どうも、ベトナム在住の内津です。ホイールの方ね、加工屋でここに新しくドラムリム入れてもらったんで、これで組み立てします。これね、加工屋で一旦ここを削ってもらって、溝を切ってね、この中にリングをねじ込んでいくんですね。ブレーキが閉まる、かかる方の方向で閉まる構造になってるのかな。まあまあベトナムはねこれができるんでね、古い株をね維持していけるんですね。まあこれでいいでしょう。でゴム外して持ってったんでもう一回つけよう。でこいつはゴムをはめてラバーグリス塗っとこうかな。こっちは塗らない方がいいの？この塗った方が入りやすいよね。こいつはとりあえずここに立てとくか。そんでこれですよ。これもねこいつがグラグラしてて、ここが削れてたんですけどね、こっちも削れてたんで、こいつはね新しいのを買ったんですけども、ここにもね、なんだリングじゃないや筒、金属のね筒を打ち込んでもらいました。これをしたんでねいい感じにしっくりきますね。じゃあこれも組み立て。これねボルトの位置が合わないんですよ。なんていうのかな、奥まで入らない。いや同じ長さを買ったんだが、これ何かっていうとね、外した時こいつがついてなかったんで、この金具を入れたらねその厚み分合わないんですよ。だからこいつ入ってなかったのか。せっかくこいつ買いに行ったのにな。いやいくつか持ってるんでね、うちにあるやつだとちょっと長いなと思ってわざわざ同じ長さを買いに行ったんだけどね、多分こいつじゃない？こいつを入れたらはい、こいつなら大丈夫でした。いやーいろいろあるなー。少しガタあるけどね、もうしょうがないな。なんせこれに合わせて作ってもらってるんでね、まあまあ許容範囲だと思います。とりあえずねこれでいけそうなんでプリスアップをしていきます。1ミリほど違うのか。でもやっぱこれは入れといた方がいいよね。もうちょっといいのない？これも短いんだ。あとは長すぎだもんな。
しょうがない、これでいきます。ブレーキシューはね、新しいの入れます。使用確認ね。 OK ですね。映ってない？ね、これで OK です。じゃあね、タイヤ取り付けていきます。あり方が足りん、いけるね。じゃあこれのね、位置合わせ、純正品使えばね、こんなことしなくてもいいんだけども、コピー部品はマーキングないんでね、一回仮付けして最後位置合わせするしかしょうがないんです。そんじゃあ締め込みですね。こっちが14。で回してブレーキでこいつを踏んだままにするのよ。踏んだままでアクロバットやな。踏んだままで締めていくと。これでリア周りは終わりじゃないの？あとはちょっとフロントだ。次はね、このライトリムの取り付けなんですけども、持ち主さんがね、位置がちょっと合わないのを気にしてたんですが、これコピー部品なんでね、何かというと、ここをね、調整しなきゃいけないんですよ。ちょっと下に下がってるから、こいつをそうだな、下げてあげりゃいいはずなんだ。ちょっと下げて、最初に配線につなごう。ちなみに前回本が鳴らなかったのはね、このアース線、これつなぐ時に一緒にやろうと思って忘れてたんですが、本のアースが必要でした。まで刺さってるね。案外ぐしゃぐしゃなっちゃったな、結局。こんなもんだな。もうちょいしたいけど、深追いするとね、根元折れちゃうんですよ。あんま変わんなかったか。まあまあしょうがない。そして次がちょっとエアクリーナー。これね、なんでエアクリーナー取り外したかっていうと、こいつが割れちゃってるんですよ。割れてるんでね、ハンダゴテでちょっとくっつけておきたいんです。ちょっとね、裏側に補強を入れます。煙出てる。
導線をね溶かし込んでいくんです。ちょっと結束バンドでね上からつけちゃいます。これでいいでしょう。そんじゃあね取り付けしていきます。これでさあ、あとこれね、センタースタンドを外さなきゃダメなんだ。ここがね曲がって上向いてるからね、ブレーキが遠いんですよ。もうちょいね下がってもらわなきゃいけないんで、下げれるかい？こいつ硬いんだよね。外せました。やっぱりおかしいよね。ここで曲がってんだな。上にかなり下げなきゃいけないんだが、こいつが硬いんだ。これね、自分でどうにか曲げようかなと思ってたんですけど、ちょっとどう考えてもね硬そうなんですよね。よくこぼれにつけたまんまねパイプ入れて曲げたりするんですが、もし下割っちゃったらね大変なことになるんで、というか実はちょっと今さっきパイプ突っ込んでグニッとやってみたんだけども無理っぽくって、あと熱してからねやろうと思ったんですけど、なんせ近所にね溶接屋さんあるんで、もうそこに行ってねちゃんとガス強いやつで炙ってもらってね、こいつをまっすぐにしてもらう方がどう考えても早いんで、しかも安くでやってくれるんでね、これからこいつをね加工屋に持っていきたいと思います。そんで今日はこれで終わらすんだけど、さっきねこいつ新しく買ったやつもつかなくって、僕が持ってる別のやつをつけてねちょっとガタがあるんですけども、これなんでガタ直さないかっていうとつけた部品も偽物なんですよ。でまあどうであれね、この状態でブレーキは持ち主さんに返して、もしねいろいろ気になることがあるんだったらちゃんとこいつをね、日本から純正部品買ってきてもらって、でその買ってきた部品に合わせてね向こうを加工しようと思ったんで、中途半端な形でやめました。まあまあとりあえずね今日はこれで終わりにして、今から加工屋さんにねここ曲げてもらいに行ってきます。それではまた。